は描きたいんです。やりたいことはたくさんあるんです。けど、家に帰るとやる気が出ないんです。学校、バイトが終わったら家に帰って何か作ろうとするじゃないですか。何もできないんですよ。気づいたら寝る時間になってる。この現象、わかる。けど同時に、僕はこの問題を解決する方法を知っています。今回は3つに絞ってお伝えします。まず1つ目、自分に酔う。皆さんは自分がどんな人間だったら自信が持てますか？僕は一言で言うと、自分が表現したいこと、言いたいことに熱中している自分が一番自信が持てる。テンションが上がります。皆さんまずは一度、自分がどうなったらテンションが上がるかを想像してみてください。どうですか？好きなキャラクターへの愛が止まらず、気持ちだけではとどまらず、作品にしてしまうオタクみたいなものに憧れましたか？もしくは、イラストだけではなく、動画も作れてしまう多彩な人に憧れましたか？まずは、このようなテンションが上がる理想像が思い浮かんだら、3作品、大作ではなく、軽い一口サイズの作品を作るのを意識して、自分にとっての理想の行動をしてみましょう。なぜ一口サイズかというと、たとえそれで失敗したとしても、失う時間が少ないので、失敗しても失うものが少ないなら、またチャレンジしてやってもいいかな、なんて思いやすくなるからです。そして、うおーって3作品作るじゃないですか。で、作り終わったら見返すんです。で、見返したら、僕が今から言う言葉を思い出してください。私は自分自身の力で自分の理想に近づけることができるんだ。作品の出来栄え、完成度、大作かどうか、そんなの関係ないです。あなたは自分で自分を良くするために行動したんです。それってかなりすごいでしょ？今、もし行動できたとしても自分よりすごい人がいるので私は全然すごくないです。なんて思いましたか？あなた、そう思ってる自分は賢いなんて思ってますか？それ、全く賢くないですよ。この世にどれくらい行動しようとしてもやらない人がいるか知ってますか？ダイエット、英会話、資格の勉強など様々な分野でどれだけ多くの人がテキストだけ買ったまま放置してると思ってるんですか？なんならほとんどの人がテキストも買ってないですよ。けど、あなたは行動した。才能の話で例えるなら、かなり才能のあるタイプでしょう。上位層ですよ。伸びしろがありまくり。この事実を受け入れられないのは、ただ自分を傷つけているだけです。客観的に自分を見れていません。あなたは3作品作れただけでかなり自信を持っていいんです。酔っていい。それに、仮に大げさだって言ってモチベが下がるのなら、そのような自分の成長、上達、改善、インプットの邪魔になるような賢さ、冷静さ、正論なんてものがあるのなら、そんなものは必要ありません。あなたはすごい人です。なんならもう今から行動しなくても達成してるものあるんじゃないですか？そう。素敵な自分に酔いましょう。変われる自分に酔いましょう。その気持ちを創作に向けることができたら、作品作りたくて仕方なくなりますよ。ちなみに、言わずもがな、僕はもう自分に酔いまくりです。そして2つ目、やることに対しての価値を考える。1の方法はかなり感情的な方法でしたが、このやることに対しての価値を考えるは、かなり理論的、冷静で頭の良さそうなモチベーションの上げ方です。やることに対しての価値を考える。例えば、僕の場合、やりたいことが3つあるとするじゃないですか。オリジナルキャラクターを作りたい。動画を作って YouTube に投稿してみたい。好きなアニメゲームの二次創作をしたい。このやりたいことたちをやると、自分にどのような効果があるのか、どんな意味があるのかを考えます。僕の場合だと、オリジナルキャラクターを作りたいだと、二次創作キャラクターは解釈不一致でトラブルになる可能性があるから、自分が好き勝手に描けるキャラクターが欲しい。自分の気持ちを表現するために最適なキャラクターが欲しいとか、動画を作って YouTube に投稿したいだと、他の人がやっていないことをやって、
自分は特殊なクリエイターだと証明したいとか、イラストだけだと表現したいものを表現しきれないとか、好きなアニメゲームの二次創作をしたいだと、二次創作をきっかけに自分を知ってほしい。自分がこの作品のことが好きだったってことを作品として残したいなどの理由があります。これらの理由と今の自分の気持ち、生活の状況、目指すものをすり合わせながら優先順位を決めると、自分はこれを今やる必要がある。自分にとってこれは意味がある。必要なことなんだって真剣になれますし、同時にこれは今やらなくていいなって優先順位をつけることができます。以前のあなたは自分に必要かわからない重いリュックを何個も抱えていて身動きができていませんでしたが、今は一旦リュックを下ろして自分に必要なリュックだけを抱えることで身軽にフットワーク軽く行動できるでしょう。身軽であればあるほど何か行動してみてもいいかなーってポジティブな気持ちになりやすいと思うのでおすすめです。そして3つ目、自分のペースを知る。皆さんはこんな経験ありませんか？今日はバレンタインだから、クリスマスだから、その人の誕生日だから、そのイベントに沿ったイラストや作品を早く作らなきゃとか、今週1枚しか絵描けてないとか、ずっと追われて焦ってませんか？皆さん生活があって使える時間は限られている。そして作品を作るのには時間がかかりますよね。そして好きだとついいいものを作りたくなって毎回いいものを作らねばなんて肩に力が入りがちですよね。その限られた時間は別にあなたの作品作りのためだけにあるわけじゃないですよね。限られた時間でゲームとかしたいじゃないですか。その限られた時間すべてを無理やりイラスト制作に当てたとしても、その我慢にはキリがないですよ。ましてや、さらにいいものを作ろうって思ったら、超しんどそうでしょ？生活するだけでもしんどいのに、さらにしんどいことをしたくないでしょ？なので、あなたはあなたのベストを尽くせばいいんです。なんでこのことについて話してるかというと、インターネットには狂気的な頻度で絵を投稿する絵描きが多すぎて、絵に真面目な人であればあるほど、このような理想的な絵描きになろうとしすぎてると思うからです。睡眠時間は3時間ぐらいで、フルタイムで仕事もしながら作品作りを何年も続けてる？毎回自己反省して常に作品の改善を意識している？多くの人がそれに無理してなろうとしてどうなってるか知ってますか？心を病んでメンタルクリニックに通ったり、ひどいと入院したりしてるんですよ。それで病気になってひどく憂鬱になったり、感情の波に生活が左右されて、明日自分がベッドから出られるかわからないとかなりたいですか？っていうか、そうなったらA どころか食事もできないですよ。今そんな生活してる人はまだ体調崩してないだけで運がいいだけです。それに僕からしてみれば一見不真面目そうに見えてしまう、やらないといけない仕事、問題があるのに一旦別のことをしている人の方が自分の心を守りながら自分に合ったペースで活動をしている人が多い印象です。これはおそらくこれ以上我慢したらこの後心が疲れすぎて作品作りが嫌いになりそうって予感できてるんです。だから別のことをしたり、自己満足のイラストを描いて作品作りめんどい、しんどいっていう気持ちを上書きしようとしてるんです。作品作りが嫌いにならないための自分流のテクニックを持っているんです。なのでここでお伝えしたいのは、自分がその時できる全力の活動、もしくは皆さんの余裕の80% くらいでやり続けられる方法を探せばいいんです。その時の自分のベストを出しているなら、週に1枚だろうが、あまり気合の入ったものじゃなくてもいいんです。これが僕、ひしまとぺ流のモチベーションの上げ方。これが今の僕を支えている心の柱です。他にも嫌なやつに嫌なことを言われたりした経験からもたくさんの学びを得ることができました。なのでいずれそのことについてもお話しさせてください。無理せずストイックにやる。これがひしまとぺ流や